探検隊は大阪の主町に生息するという幻の天然オオクワガタを求めて夜の山の中をさまよい歩いていた。とその時である。あれは我々の前に幻のオオクワガタが姿を現した。1月同日、在岸テレビ局大阪メディア TV の会議室でデチャンな探検隊のメンバーたちが集まって作戦会議をしていた。というわけで、前回の課外ロケで制作費がのうなってしもたんで、今回は近場で大阪北部の能勢町に行くことに決めました。能勢町って箕面の先やんな。そこ行って何すんの？黒いダイヤと言われているオオクワガタの捕獲ですわ。オオクワガタ？オオクワガタがかって高額取引されていた頃と比べたら値段もかなり落ち着きましたけど、それでも天然物は現在も希少価値から高額で取引されてるんですわ。で、なんと能勢町は知る人ぞ知る有数なオオクワガタの産地やったんです。天然物のオオクワを捕まえれば番組として成り立ちますし、売却すれば制作費の足しにもなるんで一石二鳥やと思いまへんか？なるほど。確かにそれは一理あるな。よし、やろう。それでは早速今晩にでも出かけましょう。おこうしてスペシャルな探検隊オオクワ捕獲大作戦がスタートした。スペシャルな探検隊大阪能勢の山中に幻の天然オオクワガタが出在した。我々スペシャルな探検隊は幻のオオクワガタを捕獲するべく新御堂筋を箕面方面に向かった。せやけど、オオクワ取りは素人の俺らだけじゃなく専門家も読んだ方がええんとちゃうの？通り道の箕面にはあの番組でおなじみの昆虫の博物館があるし、よって頼んでみるか？それは僕に任せてください。南方はクワガタオタクなんでオオクワにも詳しいんですわ。え？そうなん？能勢町にはクワガタ取りに何度も行ってますし、捕獲ポイントも知ってますから。特に今の時期はオオクワを捕まえやすいんで、捕獲できる可能性はかなり高いですよ。ほんまに？今の時期は種から受かったばかりの新生虫が活発に餌を求めて動き回るんで遭遇しやすいんで、しばらくして住みかとなる木の裏を見つけたら、その奥に隠れてまうから捕まえにくくなりますんで。とにかく今がチャンスで、オオクワ成金が現実味を帯びてきたというわけやな。オオクワ捕まえたらみんなで合流しましょう。探検隊はオオクワガタが生息する大阪府能勢町にたどり着いた。ここに黒いダイヤがおるんやな。山に入る前にこれ渡しておきますわ。ああ、クマスプレーか。最近大阪北部には出るようになったからな。これがあれば安心。クマスプレーは高いんで、ただの殺虫剤ですけどね。意味ないやん。まあ、蚊やハチもおるやろし、ないよりマシやと思って持っといてください。とりあえず行きましょうか。まずは実績のあるポイントから回りますね。
探検隊は大桑捕獲作戦を開始した。この大爆なぎが一つ目のポイントですわ。おお、ノコギリやん。探検隊はノコギリクワガタをゲットした。クワガタの種類が分かるということは、梅田隊長もクワガタ買うてあったんですか？子供の頃は親に買ってもらったカブトやクワガタを買うてたで。多くは見たことないけど。それやったら今日はぜひともオクワを捕まえんとあきませんね。せやな、必ず捕まえよう。おお、盛り上がってきましたね。じゃあ次のポイントに行きましょうか。探検隊は大桑捕獲に向けて意気揚々と探索を続けた。この木がポイントですわ。ここではオクワを3回捕まえた実績があります。へえ、そうなんや。梅田隊長は木を確認しようとした。と、その時である。巨大なスズメバチが隊員たちに向かってきた。うわっ！みんなが殺虫剤を使用した。しかし、風向きのせいで殺虫剤が隊員たちの方に戻ってきた。隊長、蜂は数にちょっかい出さん限り、そしてこの院で大丈夫ですよ。なので単独行動中の蜂は、そーっとやり過ごせばいいんです。そうなんや。スズメバチの突撃を回避した隊員たちは、気を取り直して探索を再開した。お！今なんか、黒いのが木の穴の中に入ってったぞ。ああ、奥に入ってしまうたみたいですね。引っ掛け棒でも無理ですわ。見た感じ、オクワっぽかったですけど。なーにー？やっちまったな！よし、こうなったら木を削って穴を広げよう。引きずり出したわ！ダメですよ。木を傷つける行為はクワガタの生息地を壊すことになるんでマナー違反なんです。それに山の持ち主がいる場合は森林窃盗罪にもなりますからね。絶対にやってはいけない行為です。そうなんや。なのでマナーを守ってクワガタ採集をしましょう。と、珍しく南方が道徳的なことを言った。その時だった。梅田隊長が何気に見上げたその先に、濃い物体がうごめいていた。あれ、クワガタちゃうか？あ、オクワですわ。しかも結構大きいですよ。地に豊かの世界に生息するという幻の天然オオクワガタが我々の目の前に姿を現した。でも網が届かへんで。木を蹴ったらええんとちゃいまっか？よし！ダメです！木の向こう側が斜面になってますんで、そこに落ちたら見つけられんようになるんですよ。じゃあどうしたらいいんだ？登るしか。枝が細うなってるから、あそこまでは登れまへんで。こうなったらあれを使うしかないか。行くぞ！フォーメーション X だ！実現しよう。フォーメーション X は3人が肩車をすることによって高い場所まで手が届くようになるのだ。もうちょっと無理ですわ。しかし体力がないので数分しか持たなかった。ああ！大クワがおらへん！ああ！探検隊はオオクワガタをあと一歩のところで取り逃がってしまった。と、誰もがそう思った時だった。隊長！大クワが網の中に入ってました！
探検隊はついにオクワガタの威嚇に成功したのだった。よっしゃ、これで合流確定やな。ここですな。後日、探検隊はクワガタジョップに捕獲したオオクワガタを持っていった。天然物には間違いないけど、傷があるので、もしかしたら越冬個体かもしれませんな。なので、買い取り価格は5000円が限界ですね。5000円？当初考えていた金額よりはるかに少ない値段ではあるが、陰謀番組の隊員たちにしてみれば高額であった。そして、そのお金で牛丼の京都曇りと卵と味噌汁を食べて大満足な隊員たちであった。チャンネル登録もお願いします。